T はピーチとのささやかな夕食を心から楽しみにしていた。だがその矢先、突然の両親の帰国によってその晩は家から一歩も出られなくなってしまう。ピーチはパンダウンの歯を丁寧に編んだ花飾りをモックに託し T へとプレゼントした。その飾りを手にした瞬間、胸の奥で何かが一気に弾けた。 T は再び恋に落ちたのだ。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。母と踊るひとときでさえ T の頭にはピーチで満たされていた。一方その頃、モックは T は友達を作る環境で育てられなかった。だから彼の友達になってほしいとピーチに静かに頼んでいた。ピーチはどうやってマフィアのボスと友達になればいいのか戸惑った。彼はパンダの歯の香り好きかとテキストを送った。翌朝、 T はその返信を伝えるためにだけずっとピーチの車のそばで立ち尽くしていた。ピーチは帽子につけていたピンを友達の証として手渡す。帽子を持たない T のためにそっとそのピンをネクタイに留めてやった。 T の胸に広がった温かさは言葉では追いつかないほどだった。その後、仕事場では別の波乱が起きていた。新リーダーのビビットが16歳のモデルを騙して露出の高い撮影へ呼び出していたのだ。モデルを守るようにピーチは毅然とビビットと待機した。撮影を終えた後、沈んだ表情のピーチに気づいた T はそっと声をかけた。でも自分で処理できるとだけピーチが答えた。さらにアランと親しく話すピーチの姿に T の胸に嫉妬が広がり、そこでアランが早く元彼タワンと元の関係に戻るよう突然彼を撮影セッションに追加してしまう。そんな中でもピーチは T のド直球な告白をいつもただの比喩表現と解釈していた。でも T はめげずに好意を伝えると、ついにピーチは言葉を失った。やがて仕事が終わる頃、ウィウィットは理不尽にピーチの写真をけなし、権力を振りかざして彼をウィンターコレクションの撮影から外した。日が暮れ、外は大雨。そして隣に現れたのは T。 濡れたピーチの手を取り、自分の服で雨水を優しく拭き取った。雨にはたくさんの微生物があると真顔で言う T にピーチは静かに笑った。雨の中で遊んだことないの？そう言ってピーチは逆に T の腕をつかみ、雨の中へ一歩踏み出した。その夜、ピーチは T の招待を受け入れ、彼の別荘で一夜を過ごした。だが目を覚ました翌朝、愕然とする。身の回りの世話をするスタッフが3人も控え、入浴の準備から朝食の休止までまるで王族のような扱いだったのだ。けれど T に悪意はひとかけらもなかった。そこに気づいた瞬間、ピーチは怒ることもできなかったが、同時にこの生活に染まることもできなかった。そこでピーチは T に普通の人の一日を経験させることにした。2人は自転車に乗って郊外へ向かい、ヤギに餌をやり、絵を描いて笑い合った。夜、民宿の野外フロアで事件が起きる。ゴキブリを見た T が悲鳴を上げ、ピーチが慌てて飛んできたのだ。銃を携えるマフィアのボスが一匹の虫に大騒ぎする姿はピーチにはおかしくて仕方なかった。さらに T が自分の持ち物には全部名前を彫っていると愚痴をこぼすと、ピーチはサインペンで T の白い T シャツにそっと彼の名前を書いてやった。2人の距離は一気に縮まり、 T の胸の鼓動はもう抑えようもなかった。その日の終わり、 T はピーチから教わった感謝の伝え方を実践。ありがとうとまっすぐに伝えた。会社に戻ると T はまだその甘い一日の余韻に浸っていたが、ウィビットがピーチをウィンターコレクションから外したと知った瞬間、胸の奥で何かが外れた。そして突然、ウィビットは会社から跡形もなく消えた。まるで最初から存在しなかったかのように。慌てて T を問い詰めるピーチに、 T はピーチをいじめる者は絶対に許さないと告げる。春季コレクションからピーチが復帰することになっているので、また同じ現場で働くことができる。でも T は迷いなく一生一緒にいたいと真顔で告白する。その頃、職を失ったビビットは激しい憎悪に燃えていた。夜道でピーチを待ち伏せし、ゴルフクラブを振り上げた瞬間、ピーチの脳裏に幼い日々の悪夢がよみがえる。父が家族に振るった暴力、妹をかばって震えたあの日の恐怖、息が詰まるほどの記憶が一気に体を締め付けた刹那、鋭い銃声が夜を裂いた。 T がウィビットに向けて発砲し、同時にピーチの耳をそっと覆った。
その手は誰よりも優しく、温かく彼を守っていた。また次回お会いしましょう。ではでは。